皆さんこんにちは。クロアチア在住のあかりです。皆さんお久しぶりです。お元気ですか？私は変わらずですね、元気に過ごしております。ただやっぱり暑いですね。やっぱこっちもひどい時は36度7度まで上がったりして、最近は曇りとか雨がね降ったりするんで大丈夫なんですけど、いや日本も湿気でやばいでしょうね。皆さんこまめに水分補給をちゃんとしてくださいね。ということで今回の動画は、私が海外生活、クロアチア生活を始めて変わった私の価値観について全部で6つお話ししていきたいと思います。まず1つ目は、自分に対するコンプレックスがもうほぼほぼなくなりました。私がちょっとコンプレックスだったのは自分の、人への目ですね。最初の頃の動画は少し二重のテープとか貼ってた頃があったんですけど、ずっとやっぱり二重に憧れていて、で高校1年生ぐらいからアイプチの糊とか両面テープを貼ったりして二重にしてたんですけど、やっぱりこっちに移ってきて、どんな、ぽっちゃりした方でもありのままの自分を愛する、そういう、海外の方々の姿勢を見て、自分の悩んでることがすごいちっちゃく見えてきたんですね。なのでもういっぱい100均とかで両面テープの目のシールを買ってこっちに引っ越してきたんですけど、それほぼ使わず、ありのままの自分を愛せるようになりました。2つ目、家族との時間をもっと大切にするようになりました。私は日本で割と家族間でドライな感じだったんですね。大学の時もうほとんど親と連絡取れませんでしたし、逆にねやっぱりもし親とか妹弟から突然電話がかかってきたら、何かあったのかなって悪いことが起きた時にしか電話をしないっていう感じだったので、今はこっち海外に引っ越してきてもう会えない距離なので、しかも甥っ子の顔を見たいっていうのもありますので、テレビ電話をねしょっちゅうするんですけど、海外だと土日休みっていうのがほとんど当たり前でやっぱりそういう時は家族との時間を大切にしますし、みんなで家族ワイワイバーベキューをしたり、やっぱ家族で出かけるってことがやっぱ多いんですよね。で聞いた話によると、ザグレブからリエカとか、プーラからリエカに来ている大学生の人たちは週末になったらもう毎週実家に帰るそうなんですよ。って私驚いたんですけど、それぐらい時間があったら家族のところに戻るっていうような、慣習というかそういうのが根付いてるなっていうのを感じます。やっぱりコミュニケーションもすごい密にとってるので、みんなのハッピーオーラが違う感じがするんですね。で私もそういう、環境っていいなって思ったので、なるべく私も自分の、親だったり兄弟に連絡を取ったりしますし、なるべく私も2世帯住宅っていうのもあるので、一人で孤立せずにですね、仕事に没頭すると誰とも話さないっていう時間があったりもするんですけど、なるべく下に降りていって、お庭の、状況を見たりとか、ママとパパと最近の近況を少し話し合ったりとかもしています。私もともとがあんまり喋るタイプではないので、外では喋るけど家ではもうほぼほぼ無口なんですよ。なので多分夫からしたらもうちょっと会話してくれっていう風に思われてんだろうなと思うんですけど、私なりにもうちょっとなるべく家族と一緒の時間を過ごせるようにっていう努力はしています。3つ目、将来のことよりももっと今っていう時間、目の前のことに対してより考えるようになりました。これもねやっぱクロアチア人の方々の考えから来てるんですけど、私が日本にいた時って週末のこととか来週のこと、イベントもたくさんあったので来月のこととか結構スケジュール帳を埋めるのがすごい大好きだったんですけど、こちらの方々はおそらく、仕事関連とか友達の誕生日パーティーとかちょっと置いといて、あんまり
週末のこととか来週再来週のこととかはあんまり予定を立ててない方が多い印象があるんですよね。もう今週末のことだったら2日3日前とか、ましてや当日に、その時の気分で決めるっていう方が結構多いような感じがします。だからなんかすごい今にフォーカスしてるなっていうのを感じていて、明日考えればいいよとか、その時になったらまたみんなで考えようとか、そういう風な楽観的な考えなので、そのなんかおおらかな雰囲気が伝わるっていうか、なのでやっぱり今っていう瞬間をすごい大切にしてるんだなっていうのもとても感じて、私もやっぱりあんまり将来のことを深く考えすぎずですね、今っていう時間を大切にするようになりました。4つ目は効率を重視するよりもそれまでの過程をもっと楽しむようになりました。正直言うとクロアチア生活って不便なことがとても多いんですね。で、日本に、今まで2回帰国しましたけど、日本は何でももう本当ありとあらゆるものが手に入るじゃないですか。とかいろんな選択肢も多いですし、すごいなんか恵まれた環境にいたんだなっていうのを痛感したんですけど、でこっちに生活していく上で、その不便さに慣れるまでは結構数年 2,3 年時間はかかりましたけど、ただやっぱり時間をかけるからこそなんか達成感とか、物を大事にするとか、しっかりと料理をして自分の体のことを気にかけるとか、ちょっと手間がかかっても面倒くさがらずに自分で進んでやるようになったんですね。でこの間ふと思ったんですけど、クロアチアの家族と過ごす時もなんですけど、例えばなんか庭作業をしてで草取りをしますと、そういう私から見たら、ただの作業にしか見えないものなんですけど、ただクロアチアの方だとみんなで一緒に草取りをもうワイワイ喋りながらやって、あまり早くやるとかは考えずに、ただその時間を一緒にみんなで共有しながら楽しむとか、あとはクロアチア料理のペカとか、あと小豚の丸焼きとかもそうですね。こっちで誕生日会とかでたまに出てくるんですけど、あれ結構2時間とか3時間とかかかるんですけど、時間がすごいかかる料理でも、みんなで、飲みながらみんなで喋ったりワイワイして一緒にその時間を楽しむっていう、そういう時間の使い方ってすごい素敵だなと思って、少しずつ私もそういう価値観を受け入れられるようになってきました。5つ目、相手に必要以上に期待しないっていうことですね。これはちょっと冷たく聞こえるかもしれないんですけど、仕事面とか親しい友達同士っていうのは一旦置いといて、海外生活していく上では自分の気持ちを、自分の心を守るために私はもうこの考え方を取り入れました。でやっぱり日本に住んでいた時の常識が海外だと常識ではなくなるので、そういった時になんでこの人はこうしてくれないんだろうとか、なんで私はこれをやったのに相手はこういう態度を取るんだろうとか、主にサービス面でそういう場面が出てくるんですけど、あまりにも相手に期待してしまうと自分が後から悲しくなってしまうっていうこともやっぱり多々あったりするので、やってもらえることとか気を使ってもらえるっていうのが当たり前じゃないっていうのをもう常に意識しながら、相手がこれをしてくれたらもうすごいもう本当にありがとうっていう気持ちで接するようになりましたし、ちょっとここの部分うまくまとめられなかったので補足させてもらうと、日本の素晴らしいおもてなしや周りに配慮して行動することに慣れてしまった状態で海外生活を送っていると、予想外の対応や反応が起きることがあるんです。そういった経験があったので、あまり相手に期待をしすぎないようにして自分のメンタルを保つようになりました。最後6つ目なんですけれども、6つ目は自分の気持ちをしっかり聞くっていうことですね。今までは、これは性格とかもいろいろあるかもしれないんですけど、周りの期待に応えようとか、今ちょっと結構しんどいけど
自分に負荷をかけてここまではやりきろうとか、もしかしたら日本人特有の気質なのかもしれないですけど、この無駄に忍耐強いこの精神っていうのはやっぱりメンタル的にもすごい負担になるなって思うんですね。結局やっぱり後からね少し体調を崩しちゃったり、なんか仕事も結果あんまりはかどらずうまくいかないとか、そういうことが過去にあったりもしたので、もう自分がねしんどい時はしっかり休むとか、あとはいろんな、ね、国籍の方とかも住んでるので、その一緒にいる場の空間がちょっとでも自分に合わないなってしんどいなと思ったらちょっとその場を去るとか、やっぱりもうちょっと自分の気持ちをしっかり聞いて、休む時はしっかりと休むで、頑張る時は頑張るっていう、こういうメリハリをもっとつけれるようになりました。日本にいるとやっぱり仕事のね職場環境とか忙しい時期とかそういうのもあるので、毎回そうやって休みたい時に休むとかっていうのは難しいかもしれないんですけど、無理をして必要以上に自分を追い込まないっていうのは今もすごい意識してやっています。はい、以上6つが私がクロアチア在住して、変わった価値観についてお話しさせていただきました。自分の価値観が落ち着くまで3年4年って時間はかかったんですけど、全部自分のね捉え方次第だし、やっぱ自分を守れるのは自分しかいないって思ってるので、ね、私もたまに、数年に1回ね自己分析とかもしたりするんですけど、たまにね自分と向き合う時間を設けながら、自分のペースで、これからも海外生活を送っていきたいなと思っています。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。